美術史上最もスキャンダラスな作品がこれだ。ということで1860年代です。前回1850年代はクールベとミレーによってレアリスムの時代が幕を開け、音楽界ではリスト、ワーグナー、ヴェルディ、オフェンバックなどが活躍しており、フランスではナポレオン3世、イギリスではビクトリア女王が君臨し、ダーウィンの種の起源が出版された時代でした。さて、すでに前回1850年代のクールベの問題作によって美術界は揺れ動き始めていましたが、この時代1860年代に美術史上最大のスキャンダラスなヌードを描いた作品が登場し、美術界に衝撃が走ります。その絵はあまりにも道徳的に欠如したハレンチな作品のため、美術界にスキャンダラスな事件を引き起こすと同時に、クールベ以降革新的な動きの流れにある美術界において若い前衛的な画家たちに相当に大きな影響を与え、西洋美術史が根本的に変化することになります。それがマネによるこの作品です。ちょっと意味わかんないですよね。この絵をマネは1863年のサロンに応募しましたが、こんな不埒なヌードを描いた作品は許しがたいということで大批判を食らい、当然のごとく落選してしまいます。その同じ時にサロンで入選したアレクサンドル・カバネルによる正しいヌードを描いた絵がこちらです。この絵は芸術の王道であると称賛されました。現代からするとむしろ逆なんじゃないって感じがしますよね。さらにそのアレクサンドル・カバネルのヴィーナスの誕生とせめぎ合って高い評価を得た作品がこちらです。現代からすると謎の判断基準に思えますが、この後の2枚の絵が正しいヌードを描いた作品として当時称賛されたのは、それらが神話上のヴィーナスを描いた作品だからです。これらの絵の中にはヴィーナスのアトリビュートである貝殻やキューピッドが描かれているので、それによってこの描かれている女性がヴィーナスとわかるからという理屈です。ちなみにこのアレクサンドル・カバネルとボードリーは19世紀後半のアカデミックな美術界の代表的存在となります。このように西洋美術は神話上のヴィーナスなどのヌードを描くことは許されており、今までそれを免罪符としてヌードが多く描かれてきましたが、このマネの絵には描かれた女性がヴィーナスを思わせるような要素が何一つないため、現実の女性のヌードを描いたということになり、スキャンダルを巻き起こすことになりました。西洋美術史におけるヌードの変遷についてですが、まず古代ギリシャ美術では裸体が賛美されており、紀元前7世紀頃に男性の裸体の彫刻が多数作られるようになります。しかも当時のオリンピック競技の男性たちはほぼ裸で競技するほどで、美しい裸体は神に近いと称賛されていました。ちなみに女性の裸体像は後の時代の紀元前4世紀頃に作られるようになります。しかし西暦400年あたり以降にキリスト教がヨーロッパを支配するようになってからは裸体表現はけしからんということで、アダムとイブの物語など以外では基本的に裸体表現は禁止されました。しかしその約1000年後の1300年頃から起こったルネッサンスでは、古代ギリシャ・ローマの美術を賛美するようになり、人間の裸体表現も肯定的に捉え直されるようになります。しかしそれでも堂々と現実の女性のヌードを描くことははばかれるということで、その口実として神話に出てくるヴィーナスなどの裸を理想化して描くようになったという流れです。さらにこのオリエンタリズム時代においては、イスラーム圏のハーレムなどを題材とした絵に関しては異教徒の人々だから OK という変な理屈です。さて、そんなスキャンダルを巻き起こしたマネですが、実はこのマネは前回の反逆精神に満ち溢れたクールベとは違い、アカデミーの規範に反逆してやろうとかそういう考えはなく、むしろ西洋絵画の伝統を尊重していました。実際この絵も1530年代に登場したおそらくティチアノの作品だろうとされている田園の総額などに着想を得て描かれています。この田園の総額に描かれている裸の女性はポエムと歌の女神とされているので何の問題もありませんが、一方マネの絵における裸の女性の周りには果物や現代の衣服などが置かれているだけで、神話に登場する女神とかそういったものを暗示するものは何も置かれていないため、同時代の現実の女性を描いているとされスキャンダルとなりました。なんか意味わかんない世界ですよね。キリスト教の手前、建前上体裁だけ整えときさえすれば文句は言われないという偽善的な世界といった感じがしますね。しかし一方で、こうしたアカデミーの規範にのっとることなく西洋美術史の常識を根底から覆すマネの絵は、この次の時代に登場する若手の画家たちに多大な影響を与えることになります。
そしてマネは西洋近代絵画の創始者とされます。そしてその若手の画家たちというのが次の時代に登場する西洋美術に革命を起こした印象派の画家たちです。彼らはマネを慕っており、若かりし頃のルノワールやモネやドガなどが頻繁にマネの元に集まってきては一緒に絵を描いたり議論を交わしたりしていました。そうしたことからも批評家などはマネを印象派のリーダーと見なしていましたが、マネ自身は権威も何もない印象派のグループとは距離を置き、彼らが開催するグループ展にはそんな得体の知れないものに参加したらサロンでの成功に支をきたすということで、何度誘われても一度も参加しませんでした。このように保守的かつ名誉欲にとらわれていたマネは、決してクールベンのようにアカデミーに反逆するとか、後の印象派のようにアカデミーを無視して独自に活動していくとかいう気はさらさらなく、それまでの西洋美術をしっかり学び継承した上で、ひたすらサロンでの成功を夢見てサロンに応募し続けました。しかもマネは自分の置かれている状況を一体どう勘違いしたのか、レジオンドヌール勲章まで欲しがっており、そのためには何でもするという決意までしていました。マネさん大丈夫でしょうかね。しかしそんな謎の思考回路のマネですが、実はブルジョア出身のかなりのおしゃれさんで、会話も基地に飛んで、かつ皮肉屋でもある紳士でダンディーな人であったとされています。そんなに頭の切れるマネが自分の置かれている状況を把握していないとは到底思えないので、よくわからないですが、賞は欲しいけどあくまでも現実世界の近代生活を描くんだという自分のスタンスは譲れなかったという感じだったのかなと思います。そしてそんなサロンでの成功を夢見て名誉欲に駆られたマネは満を持して次の1865年のサロンに臨みます。そこで出品されたのがこの絵です。この絵は先ほどの早朝の昼食以上の大スキャンダルを巻き起こします。全然反省しない無自覚の革命家マネです。しかもこのオランピアとは当時の娼婦によくある名前で、首につけている黒紐も当時の娼婦の間で流行っていたらしいです。それは当然大バッシング間違いなしですよね。この時マネは一体何考えてたんでしょうかね。そんなんで賞が取れるわけないし、ましてや勲章なんて夢のまた夢です。全く懲りてないところがこの人のすごいところです。そして当然この絵も酷評されます。しかもモデルの人はメスゴリラとまで言われる始末です。とんだとばっちりですよね。しかもこの絵もまた巨匠ティチアノの名作ウルビーナのヴィーナスを参考にしており、マネなりに伝統を尊重した上で現実世界に置き換えて描いた作品です。このようにマネは決してクールベのようにアカデミーの規範をぶち壊そうと意図したものではないというのが恐ろしいですね。さらにマネの絵は西洋美術が最も大事なものとする遠近法や立体感をつけるための陰影法を無視したような奥行きがなく平面的な絵であり、それはアカデミーの基準を否定するものでした。さらに絵の登場人物たちが何を考えているのか不明で、絵に物語性がないということも西洋美術の規範に反することでした。そしてそれらも当然批判の対象となります。すべての点において無自覚の革命家マネです。しかしヌードとか関係なく、そもそもこの絵で賞を取りに行ってるっていうのがちょっと信じられないですよね。これは今回のコンクールでは油絵の具以外で描かれては受け付けませんって言われてるのに、あえてポスターカラーで描いて送りつけてるようなものですね。それも賞を取るためにです。ちょっと謎の思考回路ですね。このようにマネはひたすらアカデミーの規範にのっとることなく絵を描き続けますが、その割にサロンでの入選にいつまでもこだわり続けます。いや、それは無理でしょという話ですよね。しかし西洋美術史の流れは前回1850年代に登場したクールベによる絵画の序列を無視し、ヌードを含め現実のものを理想化せずにありのままに描くというレアリスムが登場したことによって革新的な動きが生まれました。そしてこの時代、マネによって現実の娼婦の存在や冷えた人間関係などの近代社会のありのままの姿が書き出され、同時に奥行きが感じられない遠近法を無視したような絵が描かれたことによって、それまでいかに平面のキャンバスの上に3次元空間を描き出すかが重要だった西洋美術を突然根本的に否定する形になり、それによって西洋美術史に革命が起きます。それは後の画家たちに大きな影響を与え、1900年代から活躍するピカソなどに受け継がれ、最終的には1940年代に活躍したジャクソン・ポロックのような遠近法も陰影法も物語性も何もない抽象画に行き着きます。恐ろしい無自覚の革命家マネです。そしてマネの生前、彼の絵は大して買われもせず、売れても数十万円前後程度の額でしか購入されませんでしたが、今では30億円とか70億円というとんでもない値段で取引されています。さて少し話題は変わりますが、このようにサロンに固執し勲章まで欲しがるほどかなり権威におもねっていたマネですが、そういった姿勢について少しお話ししたいと思います。
かつての音楽家たちは権力者の BGM 係のような低い地位に甘んじていましたが、1800年代に登場したベートーベンによって音楽家たちは独立し、そうした低い地位に甘んじることは解消されましたが、それでも後の時代までみんなこのマネのように名誉を欲しがり、そのため批評に一喜一憂し、コンサートで良い評価を得られなかった時は精神的にかなり打ちのめされたりしています。そして20世紀後のロック界であっても、ミュージシャンたちは大統領や女王などから勲章や称号などを授かるとか、何々賞受賞とか、ロックの殿堂入りを果たすといったように名誉を授けてもらう立場に甘んじる姿勢は変わっていません。20世紀のロックで完全に自立したかに見えたロックスターのミュージシャンたちは意外にもプライドもなくそのようなものを受け取っています。そしてそういった賞や名誉を与える方はそれらのものを与えることができる立場であり、それを受け取る者は自分より下の立場であるという一方的な権力構造を作り出します。こういった贈与の役割は、賞など与えられた者は与えた者に対して何も与える権利を持っていない下の立場に置かれ、与える者は誰かからも何も与えられる必要もないし、自分に与えることができるものは存在しないという自身の権威を世に知らしめるという意味を持っています。ですので、今まで音楽に何の関係もなかった首相や大統領などといった人々が突然横からよくわからない賞などを授けることによって贈与の関係で自身の地位や権力を誇示しています。そもそも自分より音楽の才能で劣る人たちに音楽に関する賞をもらうってどうなんでしょうかね。それは何々賞をあげることを決定する人々も同様で、一体彼らはどんな優れた芸術的才能を持っているつもりなんでしょうかね。例えばこの時代のサロンの審査であっても、歴史画に必要とされるものを基準として審査されるも、賞を取った作品が後世では大した価値がなく、逆に落選し酷評されたものが後の時代に雲泥の差の価値を持ってしまっていますが、ましてや20世紀以降の音楽界などに至っては歴史画のような明確な基準すら何もない状態で、一体何を基準に審査して一体誰がどんな権利があって賞を与えているのかという問題があります。そもそも賞などを与えるというのはかなり厚かましい行為であります。そしてそのほとんどが賞という箔をつけて売り上げを伸ばすビジネスでしかない出来レースのようなものや、関係者だけの利益を図った不正なものとなっていたりします。しかしアーティストが駆け出しの頃はこういった賞を受賞することは知名度を上げるチャンスですし、もし賞金がもらえるならば今後の活動資金に充てることができるため、そういったものは十分活用した方が良いと思います。ですので賞などの存在が全て悪というわけではないのですが、一旦成功したアーティストなどがそういった賞を卑屈な態度で喜んでもらうというのがいかがなものなのかなと個人的には思います。例えばローリングストーンズのミック・ジャガーはロックの反体制派の象徴のような存在であったのに、2002年にナイトの称号を女王からもらっちゃってます。これはロックファンからは失望しかないといった感じですね。ちなみにジョン・レノンは後にベトナム戦争反対の意を込めて勲章を返却した稀なアーティストですが、他は大概皆喜んで賞を受け取っています。そんな中、鉄頭鉄尾どの賞も受け取らなかった気骨のある人は哲学者のサルトルくらいです。サルトルは自分の意思でノーベル賞を拒否した最初の人物であるとされています。しかもマネが欲しがっていたレジオン・ドンノル勲章など全て拒否しています。そしてもう一人サルトルばりの固い信念を持った数学者がいます。それがグリゴリー・ペレルマンです。この人は数学上の未解決問題の一つであるノーベル賞と同額の賞金額約1億円がかかったポアンカレ予想を解いた天才数学者です。約1億円です。これは一旦ある程度の成功者となっていても十分欲しい額ですよね。まして数学者は哲学書や小説などの印税が入ってくるわけではないですからね。ぜひもらっちゃいましょう。しかしそれをなんとこの人2010年に自分の証明が正しければ賞は必要ないと辞退します。すごいですね。かっこいいですよね。この賞を辞退したのはこの人だけです。しかし問題はこの人は当時40筋の無職かつ母親の微々たる年金で暮らしていたらしいということです。そういう場合はさすがに1億円の賞金はもらっておくべきではなかったのだろうかと思いますね。賞を受け取る受け取らないは難しいところでケースバイケースといったところですかね。なかなか難しい問題です。さてこの1860年代に活躍していた大物作曲家はブラームスです。
こんなヒゲもじゃでむさ苦しい出たちのブラームスですが、若い頃は前回登場したリストかそれ以上の美男子でした。驚きの変遷ですね。何が彼をここまで追い詰めたのかという感じですが、ブラームスは若い頃は細身で運動神経も良く、このように音楽史上1、2を争う美男子でしたが、彼は背が低かったことをかなり気にしていたようで、そのため貫禄をつけるべく頑張って太ろうとし、見事このようにてっぷりと太ったブラームスの理想とする姿へと変貌したようです。見る影なしどころか完全なる別人ですが、本人はこの風貌で満足していたらしいです。オリジナルな価値基準を持ったブラームスです。もう一曲ブラームスです。これはブラームスの中でも異色の曲です。というよりもブラームスによるジプシー音楽の編曲です。しかもそれブラームスはジプシー音楽ではなくハンガリーの民族音楽だと思っていました。さらにそのジプシー音楽をブラームスに教えたハンガリーのバイオリニストエドワルト・レメーニから後にハンガリー音楽家からの盗作だと訴えられています。しかし正直者のブラームスはちゃんと編曲者として出版していたので裁判に勝つことができたという複雑に入り組んだ状況になっています。そしてこの時代は前回1850年代に登場したリストの交響詩やワーグナーの楽劇といったように新たな音楽の表現を模索する時代に突入しています。しかしそんな中、このブラームスはバッハやハイドンといった古典とされる音楽を熱心に研究し、堅くなに形式にこだわる古典主義的な音楽を貫き通しました。頑固一徹古典主義の鏡、ブラームスです。そんなこだわりのブラームスですが、ベートーベンという偉大な作曲家の存在に怯え、なかなか交響曲を作ることができず、最初の交響曲を完成させるのに21年もかかりましたが、彼は最終的にはベートーベンが始めた交響曲の完成者とされ、生前から多くの尊敬を集めていました。そんな時代に抗うブラームスですが、時代はどんどんと新たなスタイルの音楽の追求へと向かっていきます。ですので時代をイメージする上で少し厄介な存在ですね。顔も若い時と年取った時で別人すぎてどっちの顔のイメージを持っていくべきか判断に苦しみますしね。さてそんな頑固で気難しいなブラームスは当然同時代の音楽にはほとんど興味を示しませんでした。しかし次に紹介するワルツ王ヨハン・シュトラウス2世だけには特別な敬意を表し信仰を結んでいました。ブラームスは自然を好み、服装にも金銭にも無頓着でしたが、ヨハン・シュトラウス2世は自然を嫌い、生涯セレブのごとく身なりに気をつけ、お金のあるところに人生があるとまで言う人物で、お互い対極に一致するような2人でしたが、ここでも独特の価値基準を持ったこだわりのブラームスといった感じですね。ちなみにこの時代特有のナショナリズム思想に煽られ、ブラームスは戦争に参加することを希望する発言までしていたりするほどのかなりのナショナリストでした。さてそのワルツ王と称されるヨハン・シュトラウス2世による作品がこちらです。2世というだけあってこの人はまさしく1840年代に登場したワルツの父と呼ばれるヨハン・シュトラウス1世の息子です。当時ヨハン・シュトラウス1世らによってウィンナーワルツと称されるワルツがウィーンで大流行しましたが、そのウィンナーワルツの全盛期を築いたのがこのヨハン・シュトラウス2世です。ヨハン・シュトラウス2世はヨーロッパ中で絶大な人気を博し、ワルツ王と呼ばれただけでなく、次の時代である1870年代に喜劇的内容であるオペレッタの分野にも進出し、そこでも大傑作を残しました。ただ本人はワルツは全然踊れなかったらしいです。ちなみに父親のヨハン・シュトラウス1世は息子を音楽家にさせるつもりはなく、
子供時代のヨハン・シュトラウス2世が頑張って貯金して購入したバイオリンでこっそり練習している姿を発見して、そのバイオリンを叩き壊すなどひたすら邪魔をした上、大人になったヨハン・シュトラウス2世がなんとか自力で音楽家としてデビューを果たそうとするも、今度は自分自身のライバルになるということで、自分の楽隊に息子の味方をすることを禁じたり、新聞記者を買収して息子の中傷記事を書かせようとまでしました。凄まじいですね。もはや父親のすることではないですね。そしてこの父親ヨハン・シュトラウス1世は楽団に対しての暴君のごとく振る舞い、家庭内でも暴力を振るっていた人でした。しかしそんな状況にもめげず、母親の支援もあってなんとかヨハン・シュトラウス2世はデビューを果たすことができ、後には親子の和解を果たしたそうです。散々邪魔しておきながら和解も減ったくれもないですよね。さて現代ではヨハン・シュトラウス2世の音楽はどこかで聞いたことあるけれど、名前はほとんど知らないといった感じかもしれないですが、当時は世界三大有名人の一人にまで選ばれるほどの絶大な人気を誇っていました。しかも次の時代である1870年代に豊かになったアメリカに渡り、破格の報酬を得大成功を収めるなど世界規模で大活躍し、同時代の音楽たちからも最も優れた作曲家であるという評価を受けていました。現代であまり名前を聞かないから意外な感じがしますよね。当初ヨハン・シュトラウス2世の作品は軽いイメージであるワルツやオペレッタという内容もあって、批評家から酷評されることもありました。しかし保守派の語にで頑固一徹のこだわりブラームスがヨハン・シュトラウス2世を高く評価したことで、そういった批評家たちは意見を180度変え、今度は称賛するようになります。評価はこのように実にいい加減ということがわかりますね。ちなみに1900年代に活躍するフィンランドの作曲家シベリウスは、評論家の言うことに耳を貸してはならない、これまで評論家のために建てられた彫像などないのだからという名言を残しています。まさしくその通りですね。そして評論家より偉大なヨハン・シュトラウス2世は死後黄金の彫像が建てられました。さて次はいきなり初のロシアの作曲家の登場です。この時代あたりにロシア5人組というかなり適当なネーミングを頂戴した西洋音楽におけるアカデミックなものを否定し、代わりに精神的なものを重視してロシアの民族性に根ざした音楽を作るというナショナリズムに燃える作曲家たちが登場します。彼らは一人除いて公務員や科学者や軍の将校などの本業で稼ぎながら作曲をしていたという人たちです。そのうちの一人がこのムソルグスキーです。彼の作ったハゲヤマのチアはロシアの民話を元にして作られたもので、彼の代表作でもあり世界的にも大きな影響を与えましたが、生前に演奏されることはなく、ムソルグスキーはアルコール中毒で荒んだ生活を送りながら42歳の若さで亡くなってしまいます。代表曲は生前に上演されなかったというのは驚きでもあり、本人にとっても悲しい話ですね。ちなみに彼の本職は公務員でした。もう一人ロシア5人組のうちの一人ボロディンです。これはボロディンの代表作オペライーゴリ校からの曲ですが、この作品はボロディンが1869年に着手したものの、本職である科学の仕事に追われ未完に終わりました。しかもこの人はサンクトペテルブルク大学の医学部を最優秀で卒業し、後にサンクトペテルブルク大学の教授になり、化学反応を発見するなど研究者として大きな業績を残し、果てはボロディン反応なる化学反応の名称にまでなっています。そして前回1850年代に登場したリストがこのボロディンの名をヨーロッパに広めました。このように音楽界はかなり国際色豊かになってきましたが、最後になんと突然ノルウェーから作曲家が登場します。グリグです。
ノルウェーという単語自体、ここで初めて登場しますね。次の曲はグリーグによって1870年代に作られたものですが、合わせてここで紹介します。このグリーグは優れたピアニストでもあり、各地で演奏力を行っていましたが、彼はかなりの上がり症であったため、謎の小さなカエルのぬいぐるみを常に肌身離さず持っており、演奏会の時もそれを撫でたり握りしめたりして、お守りとしてポケットに入れて演奏していたらしいです。さらに寝る時も一緒で、というか死ぬまで常に一緒だったらしいです。しかも小豚の置物もそれに劣らず大事にしていたらしいです。なぜにカエルと豚といった感じですね。一体どういう組み合わせなんでしょうか。謎ですね。そしてこのグリーグもリストによって称賛され、ヨーロッパ中に広く知れ渡るようになりました。若手の作曲家たちにとってリストの存在は神のごとくですね。さて、前回1850年代に登場したベルディのところで軽く触れましたが、イタリアはこれまでオーストリアとのいくつかの戦争を戦い、オーストリア支配下の領土を奪ったりするなどし、ついにこの時代にイタリア王国が誕生します。それまでベルディはイタリア統一運動のシンボルとして盛り上がっていたナショナリズムの運動がこれにて一応達成されますが、それまで全くバラバラだった彼らに民族としての一体感を持たすために、今度はイタリアは作られたがイタリア人を作るのはこれからだをスローガンにしていきます。ちなみにこの時点ではまだローマ周辺とオーストリア領のベネチアは含まれていません。イタリア王国はベネチアをこの時代にオーストリアから奪い、ローマを次の時代の1870年に占領し併合します。そしてこのイタリア王国は第二次世界大戦後に王政が廃止され、1946年にイタリア共和国となります。一方、ナポレオン戦争終結後の1815年にプロイセンとオーストリアはドイツ連邦なるドイツ圏にある約40の独立国家とともに緩く連邦を構成していましたが、ナショナリズム運動に燃える1848年の3月革命によってドイツを統一しようとする動きが高まります。この統一しようとする領域はドイツ連邦全域を含むというものでしたが、そうするとオーストリアは含んでもオーストリアの支配下にあるベネチアやハンガリーなどが含まれないことになるので、オーストリアは反対します。しかし一方では、この際ダダをこねるオーストリアを抜きにした範囲でドイツを統一しようとする動きになっていくなど、いろいろ揉めているうちに、この時代にプロイセンの首相となったビスマルクがオーストリアを挑発して、プロイセンとオーストリア間での戦争が起きます。そしてこの戦争はプロイセンがオーストリアに圧勝し、ドイツ連邦を解体し、代わりにオーストリアを除外した北ドイツ連邦なるものを成立させます。そうしてドイツ統一の主導権を握ったプロイセンの指導によって、次の時代にその北ドイツ連邦を基盤にしてプロイセン王を皇帝とするドイツ帝国が成立します。一方、戦争に負けドイツ連邦から除外されたオーストリアは、以前から反発の強かったハンガリーに妥協案としてオーストリア皇帝がハンガリーの王も兼ねつつハンガリー王国の独立を認めるという中途半端な形式を持つオーストリア・ハンガリーの二重帝国となります。これでハンガリーは独自の政府を持つことができるようになりました。ちなみにこの半然としないオーストリア・ハンガリー帝国は第一次世界大戦後の1918年に消滅します。そしてこのプロイセン・オーストリア戦争にちゃっかり参加したイタリアが長らくオーストリアの支配下にあったベネチアをオーストリアから奪い併合するという流れです。そして領土も失いドイツ連邦から除外されたオーストリアは今後国力が衰退していきます。なかなかややこしいですね。プロイセンが力をつけて次の時代に今まで存在しなかったドイツという国家が誕生するんだなくらいで良いと思います。一方、ロシア5人組で盛り上がるロシアですが、前回1850年代に起きたクリミア戦争でロシアはフランス・イギリス軍に敗れたことにより、ロシアの後進性を痛感し近代化に力を入れることになります。そのうちの一つがアレクサンドル2世による濃度解放令です。
農奴は領主である貴族の土地に縛り付けられており、移転することや職業を選択する自由はなく、彼らはその土地を耕作し、年貢を納めていました。そしてこの農奴解放令は、その農奴をついに解放するというものですが、言う割に土地は農村共同体の土地となり、その土地は到底個人の農民が購入できる額ではなかったため、大半の農民がその共同体の土地で働くことになったという不十分な改革でした。しかし、これを機にロシアでもようやく産業革命が起こり、ロシアの資本主義進展の出発点となりました。このように1861年にはイタリア王国が誕生し、ロシアで農奴解放令が発布されましたが、この同じ1861年にアメリカ合衆国で南北戦争が起きます。1861年、大にぎわいですね。勘弁してほしいです。まずアメリカ合衆国の北部は商工業が発達していたため、奴隷ではなく自由な労働力を確保するため、奴隷制の拡大に反対していました。一方、アメリカ合衆国南部では南部の全人口3分の1以上を占める奴隷を酷使して、主に綿花やタバコの栽培を主産業としてましたので、奴隷制大賛成で、さらに彼らは州ごとの自治権を拡大しようとしていました。そういったいくつかの方向性の違いのため、北部と南部で対立が深まる中、1860年に奴隷制度反対を掲げるリンカーンが大統領に当選したことにより、アメリカ合衆国から南部が離脱し、アメリカ連合国なる別個の国を創設します。しかし北部はその分離独立を認めません。ちなみに北部はニューヨークとかペンシルベニアとかオハイオなどで、南部はテキサスとかフロリダとか、例のミシシッピバブルの時にワニしかいないことが発覚したミシシッピとかです。こういった南部の州は今でも保守的傾向の強い州とされています。閉鎖的な街に迷い込んだ主人公が炎天下の中じわじわと追い詰められて、最終的なチェーンソーを振り回されるというホラー映画などの舞台になることが多いですね。そして1861年に南部は分離独立を目指すため、北部に戦争を仕掛けます。当初イギリス、フランスも南部を支持しており、分離独立というこの時代最もトレンドな目的もはっきり持っている南部が戦争を有利に進めていました。一方、北部には戦争におけるこれといった大義名分がなかったため、リンカーンは北部の正当性をヨーロッパ諸国に訴えるために1863年に奴隷解放宣言を出します。これによってこの南北戦争は黒人奴隷制度の廃止が目的ということになり、イギリスやフランスなどもあっという間に南部を見捨て北部を支持する側に回ります。そして1865年に北部の勝利で終わります。そして北部が勝利したことで、経済が商業中心の北部中心となり、今後アメリカでも産業革命がさらに大きく進展し、経済大国となっていきます。ちなみに人民による人民のための政治で有名なリンカーンは、戦争終結後の6日後に暗殺されてしまいます。そしてこの奴隷解放宣言によって黒人奴隷は解放はされましたが、経済的に自立することは難しかったため、結局彼らは小作人となり、収穫のほとんどを地主に取られるという貧しい生活を強いられます。そしてそれまでの奴隷制で貧しい生活を強いられ、教育を受けることができなかった黒人奴隷たちが、この時代に突然奴隷から解放されても、すでに差別と偏見が根付いている社会で良い職に就ける見込みはかなり低く、必然的に頭脳を必要としない仕事に就く確率が高くなります。そうすると頭脳を必要とする仕事に黒人がほとんどいないことになるので、彼らは劣っているとみなされることになり、そうしてさらに今後も頭脳を必要とする仕事に採用されにくくなるという悪循環にはまっていくことになります。このようにして本来生物学的に存在しないはずの人種間の頭の良し悪しなどが白人側にとっても黒人側にとっても事実として受け止められるようになっていってしまいます。こういった歴史的偶然から作られたヒエラルキーが、金持ちは金持ちになり貧乏人は貧乏人になるというマタイ効果の好循環と悪循環によって強固なものとなっていってしまう現象は、例えば現在の都会や田舎の関係などでも似たような現象として見出すことができると思います。ちなみに後の時代にこの南北戦争を背景にしたベストセラー小説がマーガレット・ミッチェルの小説風と共にされるのですが、なんと彼女は生涯この一作しか書いていません。それも彼女が骨折して入院していた間に夫に勧められて書いてみたというだけで、マーガレット・ミッチェルは作品を公表する気も小説家になる気も一切なかったようです。実際彼女が退院した時には小説はほぼ完成していたけれど、その後は書く意欲が薄れて放置していたらしいです。
それを数年後たまたま知り合った出版社の編集者に話の流れからその原稿を渡したところ、大ベストセラーになったという奇跡のような話です。ここまでのベストセラーが出版されない可能性の方が高かったとは驚きですよね。このように世の中には大ヒットとなり得た作品が発表されずに捨てられている可能性は十分考えられると思います。おばあちゃんの品で原稿用紙たくさんあったけど、ようわからんからとりあえず捨てとこうみたいな感じで、第二の風と共に去りのような傑作が完全に消え去った作品が他にもあるんじゃないかと思いますね。ハリーポッターですらプロを辞任する出版社の人々が何度も却下したわけですから、ましてプロを辞任しない一般の人々がそれが良い作品かとかヒットする作品かどうか判断するのは困難だと言えそうです。もしハリーポッターの作者もそのまま諦めていたら、ハリーポッターは世に出ずにおばあちゃんのファンタジーな思い出で終わってしまった可能性がありますね。 Never ever coming soon。 そして最後に、前回1850年代に世界初のロンドン・バンコク博覧会と、それに続いてパリ・バンコク博覧会が開催されましたが、この時代にまたパリで2回目のバンコク博覧会が開催されます。このバンコク博覧会は前回より重要です。今回のバンコク博覧会では前回と異なり本当に世界的なものとなり、そこで紹介された日本の浮世絵や工芸品などがフランスの画家たちに影響を与えることになります。そしてこれ以降、日本趣味を意味するジャポニスムがパリを中心にブームとなります。そしてこの浮世絵は西洋美術が絶対条件とする遠近法や陰影法がないなど、それまで西洋美術が否定してきた内容がてんこ盛りです。しかしこういった平面的な絵がこの時代の若い画家たちにカルチャーショックを与えることになり、今後彼らはその技法を取り入れていきます。逆に日本は前回1854年に約1640年から続くおよそ200年に及ぶ鎖国を解いたことによって、その間の西洋美術や西洋音楽の情報が空白のまま、突然この時代以降の西洋美術や西洋音楽を受容し始めることになります。ですので当時の日本に住む人々はオランダ黄金時代の絵もロココ美術も知らず、ヘンデルやハイドンも知らないため、それまでの美術や音楽の変化の歴史を知らないまま、突然19世紀後半のロマン派の音楽やこの次の時代に登場する印象派の絵などを知ることになるわけです。ですので当時の人々が西洋美術や西洋音楽に対して偏った考えを持ってしまい、それが今日まで続いている可能性はあるかもしれません。例えば芸術はお金のために作るものではないという考えは、これまでの歴史を追っていくとほぼ誰一人そのような考えのもとで活動していた人はいませんが、後の時代に登場するゴッホに対する神話が歴史の文脈を切り離して日本で受容されたとしたら、それはそういった考え方に大きく関係しているかもしれません。ゴッホは単に売れなかっただけの話ですが、後に書籍などで金銭的に無欲でひたすら芸術のために生きた画家といった感じで神格化されますので、西洋美術はそういうものだと当時の人々が思った可能性はあるかもしれませんね。しかしそういった芸術は名誉やお金のために作るものではないという考えは個人的には良いとは思いますよね。さてこの時代にエンドウ豆の実験で有名なメンデルの法則が報告されます。これによって遺伝に関する諸々の法則が発見されましたが、これはメンデルの生前に認められることはなく、彼の死後1900年に複数の学者たちによってメンデルの正しさが認められることになりました。さらにメンデルは前回1850年代に登場したダーウィンの著作は読んだものの、それはメンデル自身の実験には影響を与えていないとのことです。さらにこの時代にスウェーデンの科学者ノーベルによってダイナマイトが発明されました。ノーベルはダイナマイトの開発で巨万の富を築き、さらに彼の遺言で1901年にノーベル賞が創設されました。だからノーベル賞はスウェーデンで開催されるわけですね。ただしノーベル平和賞に限っては中立を守るためとかよくわからない理由でノルウェーで行われることになっています。しかしダイナマイトを作った一方でノーベル平和賞創設とはなかなか皮肉が効いてますね。さてこの時代の音楽界ではロシア5人組が登場して、いきなりロシアどうしたといった感じでしたが、文学界もすごいことになっています。この時代に一挙にツルゲーネフ、ドストエフスキー、トルストイの3本柱の登場です。まずツルゲーネフの父と子が発表され、次にドストエフスキーの罪と罰、そしてトルストイの戦争と平和が発表されます。ロシア突然やばいことになってますね。他にもフランスではユーゴによるレ・ミゼラブル、イギリスでは数学者でもあるルイス・キャロルの不思議の国のアリスが意外にもこの時代に出版され、そしてアメリカではルイザ・メイ・オルコットの若草物語が出版されました。
いろんなものが各国から出版されていて、相変わらず文学界は統一性がないですね。それでは最後にこの時代に書かれた絵を6枚紹介します。最初の絵はこちらです。ロセッティは前回1850年代に紹介したラファエル前派のうちの主要なメンバーのうちの一人です。ロセッティは他のラファエル前派のメンバーほどそこまでの細密描写というわけではなく、こういった女性像を多く描き、19世紀末の芸術に影響を与えます。ちなみにここに書かれている女性は1862年に大量の薬物を服毒して自殺同然の死を遂げたロセッティの妻が書かれています。ロセッティ自身も晩年はほぼ誰とも交際せず、薬物に溺れ亡くなっています。次の絵はこちらです。コローはあまりの人気で最も贋作の多い画家と言われています。もう一枚コローによる作品です。この絵はモナリザを意識した絵と言われています。コロンの絵は独特の柔らかい印象ですね。次の絵はマリアノ・ホルトゥーニによる作品です。オリエンタリズムはまだまだ人気です。こういう異教徒のヌードならば全然許されるという謎のルールがここでもしっかり適用されていますね。次は前回1850年代に登場したジェロームによるオリエンタリズムの作品です。これは女性奴隷の歯を検査している絵です。このジェロームは実際にオリエント地方であるトルコやエジプトなど何度も旅した人でした。そしてジェロームはオリエンタリズムの題材を写真のように描く細密描写で長らく人気を博し、今後アカデミーの代表的画家となります。もう一枚ジェロームによる作品です。これは紀元前4世紀の古代ギリシャで不敬罪を理由に裁判にかけられた不慮になる女性がいよいよ不利な判決を下されようとした瞬間、彼女を弁護してた男がフリュンネの衣服を脱がせ胸元もあらわになり、陪審員たちはその美しさに打ちのめされ無罪放免になったという場面を書いてます。もはや裁判をした意味がないですね。最後には今回登場したマネによる作品です。この絵は前回1850年代に鎖国を解いた日本から流入し始めてきた日本版画や浮世絵の影響があり、鮮やかな色彩を平面的に塗り、単純で立体感のない二次元的な絵となっています。こういうのは全部西洋美術で否定されていたもので、マネはオランピアの時に遠近法のしっかりしていない絵はダメだってあんだけ言われてたのに、むしろ突き詰めちゃってますね。一切反省しない無自覚の革命家、それがマネです。こうしたマネの革新的な絵によって今後の画家たちはどういった題材を描くかというよりも、どういった独自の表現を生み出すかという方向に向かっていきます。そしてそれはそれ以前の西洋美術とそれ以降の美術を根本的に隔てる最大の分岐点となります。ということで1860年代はマネの登場によって西洋美術が根本的に変革されていくことになる革命的な分岐点となる時代でした。そして音楽界では保守派のヒット、頑固一徹こだわりのブラームスとワルツォ、ヨハン・シュトラウス2世という対極に位置するような2人の大物作曲家が活躍し、一方でロシア5人組のムソルグスキーにボロディンやカエルのぬいぐるみとともに生きたグリーグといったかなり国際色豊かになってきた時代でした。そしてイタリア王国が誕生し、プロイセン・オーストリア戦争の末、次の時代に成立するドイツ帝国の前身北ドイツ連邦が成立するというように、ヨーロッパ各地へナショナリズム思想による運動が結実してきました。一方アメリカ合衆国では南北戦争が起き、リンカーンによる奴隷解放宣言が出されましたが、合衆国の統一は維持されました。そしてパリ万国博覧会に出展された浮世絵が今後の西洋美術界に大きな影響を与えることになります。他にはメンデルの法則やノーベルによるダイナマイトの発明、ドストエフスキー、トルストイといったロシアの文豪が一挙に登場し、不思議の国のアリスまでもが出版された時代でした。次回は1870年代です。ついに印象派の登場です。それでは。